おはようございます。桜井です。今日は仮想通貨市場にとって非常に重要なニュースが飛び込んできています。リップルと SEC との訴訟がついに終結へと向かう動きを見せています。そして同時コインではクジラによる大量の買いが確認され、市場に新たな注目が集まっています。一方で全体の相場は大きく下落、なんと24時間で12億ドル以上のポジションが清算されました。これが意味するものとは何なのか、そして今資金はどこに向かっているのか。今回の動画では仮想通貨投資家にとって今知っておくべきニュースをできるだけ分かりやすくかつ投資判断のヒントになるようにまとめてお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではまずは XRP の訴訟のニュースから見ていきましょう。はい、では最初のトピックですけれども、XRP と SEC の訴訟問題に関する大きな展開です。6月27日、リップル社の CEO ブラッド・ガーニングハウスさんがこの賞を完全に終わらせると発言しました。これによりリップル側が控訴を取り下げ、 SEC 側も同様に控訴を取り下げる見込みであることが明らかになりました。これまで長期にわたって続いてきた SEC との訴訟がついに終結に向かう動きを見せています。正式な終結には両者が控訴裁判所に申し立てを提出する必要がありますが、実質的には和解に近い状況と言えるでしょう。このニュースを受けて XRP の価格は一時 3.36% 上昇し 2.18 ドルを記録しました。しかしその後は落ち着きを見せ、終値は 2.1432 ドル付近となっております。さらに注目すべきは訴訟終結によって XRP の現物 ETF 承認への期待が高まっていることです。ETF っていうのは証券取引所で売買される投資信託のことで、これが承認されると機関投資家の参入が一気に進む可能性があります。もし ETF が実現すれば XRP にとっては価格上昇の大きな材料になると見られています。実際、機関投資家がこの動きを注視しているという見方もあります。皆さんは XRP の ETF 化についてどう思いますか？コメント欄でぜひ教えてください。では次に注目するのは同時コインの動きです。6月27日、同時コインは一時 6% 近く下落し 0.158 ドル付近でサポートを形成しました。しかしその後買い戻しが入り 0.161 ドルまで回復、終値ベースでは 1.47% の上昇となりました。取引量にも注目です。過去24時間でおよそ 6.9 億同時が売買されており、かなり大きな出来高を伴った反落となっております。またオンチェーンデータの動きを見ると、過去1週間で大口投資家、いわゆるクジラによって1億同時以上が買われていることが確認されています。さらに30日間では10億同時以上が新たに蓄積されたという報告もあります。つまり大口投資家たちは今回の下落をチャンスと見ていて、静かに買いを集めていたということになります。価格が下がったタイミングでしっかりと買いを入れているのは今後の上昇を見越している可能性もあります。チャート的にも 0.158 から 0.161 ドルがサポートライン、そして 0.18 から 0.183 ドルがレジスタンスとして意識されています。もし 0.1795 ドルを超えて終値を維持できれば 0.182 ドル台への上昇も視野に入ってきます。同時コインは SNS やコミュニティの動きにも敏感な銘柄です。価格だけではなく、こうした大口の動きや話題性の広がりにも注目しておきたいところと言えるでしょう。ではここからは仮想通貨市場全体の動きについて見ていきます。6月27日、仮想通貨市場は全体的に大きな下落を記録しました。市場全体の時価総額は前日比で 2.6% 減少し 3.4 兆ドルとなりました。加えて過去24時間の総取引高も約855億ドルと減少傾向にあります。主な銘柄の動きを見ると、ビットコインは 0.4% の下落で 107,367 ドル、イーサリアムは 1.5% 下落して 2,447 ドルとなっております。こうした価格の下落の背景には、投資家心理の冷え込みだけではなく、ポジションの生産が急増したことがあると考えられます。実際、過去四半期で最大規模となる12億ドル以上の生産が24時間の間に発生しました。生産っていうのは信用取引や先物取引で含み損が一定ラインを超えた際に強制的にポジションが売却されることを指します。
このような生産が連鎖的に発生すると価格がさらに下がり、他のポジションも巻き込んでしまう、いわゆるロスカット連鎖が起きることがあります。これが市場のボラティリティを一層高める要因となります。つまり今回の急落は単なる価格調整ではなく、大きな生産が発端となった可能性が高いということになります。投資家としてはポジション管理の重要性を改めて意識するタイミングかもしれません。市場が大きく揺れたこの24時間、実は資金の逃げ場として注目されている分野があります。それがクラウドマイニングです。クラウドマイニングっていうのは、自分でマイニング機材を持たずにインターネットを通じて遠隔でマイニングの報酬を得られるサービスのことです。取引を行わず通貨を保持しながら安定収益を目指すことから、リスク回避の手段として注目が集まっています。実際今回のような市場の急落局面では、短期トレードの難易度が一気に上がります。その結果、より安定的な収益を求めてクラウドマイニングへの資金をシフトする動きが見られています。報道によると、過去72時間でクラウドマイニング登録ユーザー数が 37% も増加していて、ビットコインや同時コイン、そして XRP といった主要通貨の保有者がこの非取引型の収益モデルに注目しているようです。価格変動に左右されず安定的なリターンを狙えるモデルとして、今後さらに利用が広がっていく可能性もあります。特にレバレッジ取引などで大きなリスクを感じた投資家にとっては一つの選択肢になるかもしれません。では最後に今回のニュースをまとめて、今後どのような視点で市場を見ていけばいいのか一緒に整理をしていきましょう。今日の仮想通貨市場は大きな動きと多くの学びがありました。リップルと SEC の訴訟が終結に向かうことで XRP に対する投資家の期待が再び高まっています。そして同時コインではクジラたちが静かに買いを集め、市場の裏側で新たな動きが始まっています。一方で市場全体は12億ドルを超える生産が発生し、不安定な状況が続いています。そのような中でクラウドマイニングといった非取引型の収益モデルに資金が向かっていることも、今後の投資戦略を考える上で重要なヒントになりそうです。仮想通貨市場はニュースや投資家心理、規制やマクロ経済の動きによって大きく揺れ動きます。だからこそ正確な情報をもとに冷静な判断をするということが求められます。はい、ということで今回は XRP の ETF 化や同時コインの動きについて、皆さんの意見もぜひコメントで教えていただければと思います。皆さんと一緒に情報を共有しながら成長していける、そんなチャンネルを目指していきたいと思っております。はい、ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。ではお知らせがあります。今おすすめの取引所でビットレード X があります。先日何本か動画を公開しています。まだご覧になられていない方はぜひご覧ください。今は AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが、 AI にはそれはありません。なので投資成績も上がるのではないかと思っております。僕も先日からビットレード X での取引を始めましたが、かなり安定した動きをしているんじゃないかなと思います。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたらビットレード X の公式登録リンクを送りますので、 LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。